SNS でユウの写真が万バズ。ネクスジのイケメン、ユウが全世界に見つかってしまった。見た目だけじゃない、中身も魅力的な富安ユウを紹介します。令和6年6月6日は何の日か知っていますか？そう、富安ユウの万バズ記念日。ユウの顔面が最高にかっこいいことはネクスティなら当然の事実でしたが、とうとう K-POP 界隈で私たちの富安ユウが発見されてしまいました。デビューしたものの活動のメインが韓国なため、日本ではほとんど知名度のないネクスジでしたが、ユウの万バズによってイケメン好きな日本の女子たちがネクスジに気がついてしまう。発見されて嬉しいような、悲しいような複雑な感情ですが、ユウの存在がバレてしまうまで時間の問題だったので仕方ない。より一層ユウ&ネクスジに沼ってもらえるよう、今回の動画で詳しく紹介したいと思います。そもそも今回のユウの万バズとは一体何なのでしょうか？万バズとは主に SNS、特にレックスでリツイートが1万を超えている状態のことを言うそうです。短い時間で多くの人が閲覧し話題になっていることを意味しているので、今回のユウの万バズはまだ知名度が低いネクスジにとっては大チャンス。いろいろな人にネクスジの存在をアピールできるんです。話題になっているネクスジ、ユウのプロフィールですが、福岡出身の2005年4月27日生まれで、日本の数え方だと現在19歳になります。他にもクラブネクスジで紹介していたプロフィールはこちら。オーディション時からジョンブクに似てる子がいると言われていて、自身も憧れである BTS のジョンブク先輩。ユウとジョンブクの共演、見たいですよね。でも、同じ画面にイケメン2人が映っていたら美しすぎておかしくなりそう。ユウくんガチでジョンブクに見える時ある。てかビジュアル強すぎ。これで福岡出身なんて押すしかねえんだよな。こちらでユウとジョンブクの似ている頃の画像比較もご紹介しております。他にも料理が得意でネクスジのお母さん的存在なユウ。お菓子作りもしちゃう最強イケメン男子なんてこの世に存在するんだ。もう存在することが衝撃的。そりゃあ世間に見つかっちゃうのも時間の問題なわけだよ。それでは早速ネクスジの顔面国宝ユウのバズった写真をご紹介。心の準備はいいですか？はい、イケメン。見た瞬間に心臓止まっちゃいそうなほどの衝撃。特にフードをまとったユウ。首の太さえぐくない？全世界の女子がこの首筋にやられたことでしょう。そう、ユウはひょろくないんだよ。アクロバットもこなすから筋肉もあるし、かといって太いわけじゃないし、熱弁しちゃうけれど、その辺のバランスも最高なんだよ。写真を撮る方の技術もさることながら、ユウの持っている素質がすごすぎる。不意に撮った写真でさえ、この破壊力ってどういうこと？肌も綺麗すぎない。さすがイケメン揃いのネクスジメンバーも認める顔面国宝。万バズも理解できます。ユウの万バズに、ネクスティからも喜びの声が。デビュー以降ずっとユウくんは伝説級の1枚をものすごい頻度で出してくれるのに、バズらせることができない自分に不甲斐なさを感じてたんだけど、ついに、やっと待ち望んだ万バズ、富安ユウくんおめでとう。何々、富安ユウがとうとう万バズしたって。見つけてくれた方ありがとう。撮られる写真の全てが奇跡の1枚です。こんなにイケメンなのに努力を惜しまず毎日進化しています。お料理もお菓子も作ります。掃除もします。地味に面白いのが、ネクスティのほとんどが、富安呼びなところ、気づきました。これはネクスティあるあるですよね。何回言うって、ユウじゃなくて富安って呼んでしまうのはパークさんの影響でしょうか。現時点でユウがイケメンなのは分かったんですが、果たしてオーディション当時のユウの美女はどうだったのでしょうか。過去画像を集めてみました。こちらは日本でのオーディションで初めてパークさんに会った時のユウ。髪がパーマがかっていて、今とは違う雰囲気ですが、顔はやっぱりイケメン。他の事務所で練習生をしていましたが、なかなか結果が伴わなかったユウ。ありがとう、ニジプロ2のオーディションを受けてくれて。日本合宿中は過度なヘアセットやメイクは不可なため、若干やぼったさが消えない感じではありましたが、韓国合宿に入ってからはそのイケメンっぷりが大爆発。ユウの伝説のステージ。ガールズガールズガールズ。ここでユウが覚醒。美女もさることながら、歌にダンスにモードコーとってもかっこいい。チャラい雰囲気の曲調もぴったり。結果、ユウはいつどこでもかっこいい。今も昔もずっと変わらずかっこいい。オーディション当時からイケメンだったユウですが、
ネクスジとしてデビューし、さらに韓国美女へと進化した姿はこちら。もうイケメンが止まらない。イケメンというより女神降臨。サムネから最高に爆イケ。こちらは韓国の SBS 人気歌謡でのユーのチッケム。美女もいい、ダンスもうまい、甘い歌声、ネクスジの女、料理上手なユーがマンバズしないわけがない。富安優さん、日本のさイケメン顔の頂点に早くなって、ネクスジにとんでもないイケメンがおる。今のユーは韓国メイクも似合っていて、かっこよさに磨きがかかった感じ。ステージでも映える最強な顔面に惚れ惚れ。しかしユーのいいところはただのイケメンにとどまらないところ。クラブネクスジではボケてばかりでみんなを笑わせる一面も、かっこいいのに面白いのって最高すぎん。クラブネクスジでは最高に振り切ったボケを連発してくれて、もはや放送事故レベル。ユーの一発芸、一重セクシーに大爆笑。ちょっとあなた自分がイケメンだってわかってる。ネクスジのマスヒョン顔面国宝ユーくん、バラエティ無双しててお腹抱えて涙出るほど笑った。イケメン一重が転げ回るぐらい面白かったから一番好きやけど、破れたズボン楽しそうに追いかけるのも、仮マイクの受け取り方も完璧すぎて好きすぎる。放送事故レベルの顔面も披露できちゃうユー。一重セクシーの技はちょいちょいいろいろな番組で披露しているので必見です。マンバスユーがこれだけのビジュアルと才能を多く持ちながら日本で埋もれていなくて本当に良かった。 JYP ありがとう、もちぼりありがとう。そして顔面国宝ユーを率いるネクスジですが、イケメンはユーだけではありません。どうでしょう、このイケメンっぷりは。ネクスジはかっこいいから可愛いまで勢ぞろい。一重イケメンから二重イケメン、最強マンネからヒョンライン、中間図までいろんなタイプのイケメンが7人も。ネクスジっていろんなタイプのイケメン揃ってて、これだけ完成された顔してるのにまだ10代なの意味わからん。ほんといろんなタイプのイケメン集まりました集団。一人は絶対あなたに刺さるイケメン見つかります。顔だけじゃなく歌もダンスも天才。何よりみんなの性格が良すぎる。さすが人柄重視の JYP。 5月20日グローバルデビューのネクスジ。今回はユーが記念すべきマンバズをしましたが、正直誰がいつバズってもおかしくない状況。それくらいのイケメン勢揃いなんです。ぜひあなたも推しを作ってみてくださいね。一気に世間の注目を浴びたネクスジですが、なんと日本デビューの日にちが8月21日に決定。デイデイでライドサバイブ日本初披露と日本デビュー決定の記者会見を東京タワーから行いました。すごいぞネクスジ。日本デビュー作はライドサバイブの日本語バージョンとアクエリアスの CM ソング Keep on Moving のダブルタイトル EP。 これは熱すぎる。マンバズユーの活躍に加え、さらに日本デビュー、どんどんビッグになっていくネクスジの日本デビューを引き続き全力で応援しましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。